上半期思いつくだけで散財総額1200万円以上、散財しまくったファッションデザイナーが選ぶ2026年上半期ベストバイスペシャル。各カテゴリーからこれは良かったというアイテムを厳選して紹介いたします。動画の最後にはベスト3をご紹介。皆様のお買い物の参考にどうぞ。そして楽しい散財ライフを送りましょう。皆さんこんにちは。ファッションデザイナーの石川俊介です。はい。はいさんはい。来ましたね、この季節。来ましたね。来ましたね上半期ですけどね、はい、まだね。上半期でこの量。ね。いろいろ買ったかなと思ってたんですけど、靴とか買ったかなと思って結構いろいろ買ってましたね。うん。今ね、僕のメールに届く買ったものを全部クロードで自動的にノーションに飛ばしてもらってデータベース作るようにしてるんですよ。すごいことになってるな。それ計算して、あとこれ入ってないじゃんと思うものがいくつかあったんで、それ足したらそれの集計でだいたい1200万円ぐらいになっててこの1月から6月で車とか入ってないですからね。そっから厳選したんですよね。そっから厳選、絞りに絞ってこんな感じですっていうこの上半期ベストバイご紹介していきたいと思っております。ではこれカテゴリー別にいろいろやっていきましょう。最初スニーカーからいきます。はい。まず最初、コモデ・ギャルソン・オム×ニューバランスメイドイン USA990V6 75,900円です。990V6 僕も大好きなスニーカーです。ニューバランスが若干他とかよりの柔らかさを手に入れたスニーカーとして、ただしかかとの安定感とかそのまま生きた感じなんでいいスニーカーだと思っています。これもトリプルブラックがありました。しかしそのトリプルブラックと言いながらまだまだ黒じゃないよねっていうところがあった。そういう不満点を解消してくれたスニーカーとして結構履いております。真っ黒スニーカーですね。非常にいい一足だった。はい。で、2足目。これ上海行った時に買ってきたんですけど、意外と気に入ってるスニーカーっていうところでいくと、アディダス×ウェールズボナーカリンサローサテン 36,300 円。いわゆるロープロファイル系のどっちかっていうと、これってロッククライミングとかその辺の、プラワタとかもこの辺のスニーカー出してますよねっていうところで、履き口にシャーリング入った、レディースデザインな感じなんですけれども、その辺も可愛くて気に入っているものでございます。で、ちょっとこういう横の3ストライプが編み込みになってる、編み込み何なんだろうなとか、ヒールのところ周りにキルトステッチが入ったような感じで少しアレンジを加えてデザイナーらしい靴に仕上がっているロープロファイルスニーカーっていうところですね。ウェールズボナーアディダスもう一足買ってますっていうところでいくと、買ってたな。これがアディダスウェールズボナーガゼールスネーク 41,800 円、アディダス WB なんですかねっていうスニーカーでして、気に入ってるのがこのスネークから気に入ってまして、あとこのブラウンの感じのレザーの感じもちょっといなたい感じが出てくれて可愛い。デニムなんかにも合わせやすいですし、チノパンとかにも合わせやすい、ちょっとアメカジライクなところで足元に遊びを入れるスニーカーとして買ったもので結構気に入ってます。で、ご近所出かける時にこれ履いてったりとかっていう感じですかね。で、同じようにここ少しステッチで遊びを入れてみたいなところでございますっていうもので、このブラウン系の色、明るめのブラウン系の色も気に入ってるスニーカーです。はい。で、続きましてサンダルいってみましょうか。サンダル1足目。アイランドスリッパ PB202 アトラスブラック 28,600 円。皆さんから高くなったねっていうコメントをいっぱいいただいておりますサンダルでございます。結構履っ込んできて、だいぶ指の形もはっきり出てくれるようになって、かなり歩き回りました。足を怪我しながら。サンダル B3 しょうがないですよね。ここのとこ B3 タイプ、いわゆるこういうトングタイプって履いてなかったんで、親指で挟むこの辺が痛くなったりとかっていうのを耐え忍びながら履いております。ただしやっぱ履き心地すごくいいですね。よく皆さんからいろいろコメントいただいてて、その中で足滑るんですっていう話をいただいてました。確かにって言って思い出したのは、粉っぽいところ行っちゃうと足の裏に粉いっぱいついちゃって、それで滑るっていうのはあるわと思って、
その時によりこのトング先の部分をギュッと足で掴むんで、それでより足が疲れる感じはあるんですけど、とはいえ非常に履きやすいサンダルとして今年買ったサンダルの中でも非常に気に入っている一足です。サンダル2足目いきましょうか。まだこれねそんなに履けてないんですけど、見た目で気に入ってますっていうところでいくと、ルメールレザーフィッシャーマンスリッポンサンダル10万8160円ぐらい、今多分国内で定価が出てるんだと思うんですけれどもと呼んでおりますっていうサンダルでございます。また P 入ったかな、ちょっとスクエアなトゥーがルメールらしい感じで、レディースっぽい感じがありながら、もちろんサイズ的には男性が履けるサイズのものですっていうところで、ちょっと朝の太めのパンツとかに合わせるのにこの辺可愛いかなと。でこれまで履いてて一番よく履いてたサンダルでいくと JM ウエストンのレザーサンダルとか、あれとかジャコメッティのグルカとか入ってたんですが、あの辺より若干遊びが出てくれるっていうところでファッション感が出てくれるサンダルとして気に入っております。というところで、このまま本当は靴に行きたいところですが、皆さん靴は気になる方も多いんじゃないかなと思って、それは後半に回させていただく、ちょっといやらしい感じでやらせていただこうと思っております。この辺で皆さんあんまり興味ないかもしれない人たちが多いものを先に挟ましてください。いや、そんなこともない。そんなこともないと思います。で、行きますと、カメラガジェット編行かせていただきたいと思います。はい。今年買ったカメラで行くと、これですよね。ローライフレックス 2.8F。僕が買った値段が32万9800円でした。マップカメラで購入いたしましたっていうものでございます。中古ですよね。もちろんね。今作ってないカメラなんで。中盤カメラの名機中の名機の1台です。もともとマミヤ7という中盤カメラ、67のカメラ使ってて、でやっぱなんか正方形フォーマット欲しいよなと思ってマミヤ6買ってみたところ、めっちゃおもろい。正方形のフォーマットが。っていうところで、だったらこれ言っとかないといけないかなと思って買ったものです。アーリングペンの写真とかあの辺ローライ使ってたんでっていうところでいくと、その辺目指して買っとくかっていう感じで買ったものでございます。ちょっと今ね若干少し問題があって、1枚目なんか引っかかる感じでうまく撮れなくて、そこだけ1枚目2枚目1つの中に2つ写真がなんて言うんでしたっけ、そういうの合成じゃなくて何でしたっけ、なんて言うんでしたっけ、1枚の中に2つ写しちゃう。26個っぽくなっちゃう、引っかかってなっちゃうっていうちょっとトラブルがあるんで、その辺はまたマップカメラさんにご相談したいなと思ってるんですけど、ただしまだまだ使いこなせない。いや難しいです。僕はやっぱねレンジファインダーでずっとライカで目覚めて30数年レンジファインダーで写真撮ってきたんで、難しい。二眼レフもっと体になじませて、で10年後ぐらいにようやく馴染んでくるかなというカメラとして使っていきたいなと思っておりますっていうものですね。でも撮っていきたいと思ってます。あちこち結構持ち歩いてる、海外行くと。それのカバンもね結構買ってるんで、続きましてカメラでいくと、今年新型が出ましたっていうところでいくと DJI Osmo Pocket 4ですね。コンボの方買ってますんで 99,880 円。爆発的に売れた Vlog カムの後継機っていうところで、それほど大きくは変わってないんですけれども購入しておきました。でなぜ購入したかっていうところと、何が便利だったかっていうところで、これ僕が映ってます今、イエーイっていうところでいくと、これねまずね音声4チャンになったっていうのがでかいですよね。音声4チャンになったらどういうことか、これ直接使ってる皆さんご存知だと思うんですけど、今だと DJI Mic 3っていうめっちゃちっちゃいやつが出てますと、それを2個直接こいつにつなぐことができますよっていうのと、で4チャンでこれで全部つなげたらいいんですけど、それはできなかったんで、2チャンこれにつながる、これでつけてね、例えばエディさんとか2人でつけて撮れるのと、それ以外にあと2チャンネル、このカメラ本体についてるマイクで収録できる。これ何がいいかっていうと、話し声に関してはこのマイクで撮れる。でも環境音だったりとかっていうのがこいつ本体で撮っとけるんで、そこを合わせていくことができますよだったりとか、もしこの2つのマイクにトラブルがあった時にこの本体についてるマイクで音声とか諸々の音が取れてるっていうところの安心感があるというところでいくと、そこの安心感がないんでエディさんに Z200 を持ってもらってたんですけれども、もしかするとこれで Z200 を卒業できる日が来るのか来ないのかっていうところになっておりますっていう感じですね。Z200 本当に重いカメラなので、
なかなかエディさん持って帰ってトレーニングしてくれないんですよ。ジョギングするんだったらベッド200担いで走ってほしいと僕は個人的には非常に思ってるんですけれども、この動画流れる頃もしかしたらプロの方の発売日とかも決定してっていうので、ここにもう一個カメラがついて、それでズームまで撮れるやつが出てるかもしれないというカメラでございます。まあこの2つぐらいですよね、カメラをこの上半期買ったのは。確かにそうですね。うん、あんまり買ってなかった今回という感じでございます。そうです。普通そう。続きましてガジェット系いきますね。でガジェット系でいくと、今年といえばこれ去年ですけど発売されたのは、僕買ったの今年になりました iPhone 17 Pro Max。この前が13ぐらい使ってたんで、だいぶ間が飛んだんで劇的に進化してるんだろうと思ったら何も進化してないっていうところで衝撃を受けた、はい、カメラなんですけど、まあなんでこれを買ったかっていうと、なんか iPhone ってその年を一番象徴するアイテムかなと思っております。だからその時々で、まあ、毎年更新してる人とか17っていうよりは2025から2026年みたいな感じで、なんか自分が身につけてるアイテムの中でその年を一番象徴してるアイテムかなみたいな感じがして、買うんだったら今年らしい色っていうところでオレンジ、エッジ車を意識かなっていうようなオレンジを買っておきましたっていうものですね。これに合わせて一応 Apple Watch もそのエッジ社エルメスのものを買っておきましたっていうところで隠す意味そうこれエルメス、これ言っていいこういうコンビネーションで使っていこうと思って買いましたと。で最近ピクセル系をメインで使うようにしてたんですけど、やっぱ安定感アップルは圧倒的にいい。 MacBook とかこの辺結構トラブルあるじゃないですか。だけど iPhone と Apple Watch やっぱトラブル少ないなっていう感じがします。っていうところでいくと、トラブルめちゃめちゃ多いこいつに関しては、今これがついてますけど、これ今年に入って無料でいただきましたっていう Google の Pixel 10も一応ベストバイの中に入れておきます。まあ仕事をするにはいいスマホですっていうところで。で、ここについてたこいつでございますっていうところでいくと、乗ったメモ。2400円。要は AI 連動型の AI レコーダーですね。で、これで音声を吹き込んであげると AI 文字起こしをやってくれて、それがスマホの中にデータが入りますっていうところで、今それをどうしてるかっていうと、それを AI で文字起こししたものを一つはノートブック LM に入れていくようにしておりますっていうのと、もう一個会議に関しては僕全部会議の議事録を今 Notion に入れてるんで、音声データ自体をパソコンの方にコンピューター言い直してみたんですけど、今コンピューターの方に飛ばすと、それを自動的に Whisper のクラウドで文字起こしをして、それが Notion の中に入るようになってまして、 Notion で要約を作ってくれて、でそれらの議事録が一つの Notion のページの中にまとまるようにしておりますっていうのを AI で作ってもらってやってるんで、非常に便利になりました。で、毎週金曜日にその週のミーティングとかで出た課題を全部整理してもらったものが Slack に届くみたいな流れの起点になるもので作りました。あとは電話の録音もできるんで、これ大トラブルがいくつか発生しまして、それは全部音声の通話記録を取っておりますみたいな感じの使い方もしていっておりますっていう感じです。続きまして、ガジェット系、スマホ関連のところで言いますと、クリップ型のイヤホン。ファーウェイのフリークリップ2、27,280円です。月間〇〇〇ご覧いただいている方はご存知だと思うんですけど、今年はBOSEを買って、ソニーを買ってっていうクリップ型のイヤホン2つ買ってたんですけど、すっかりどこ行ったか分かんなくなっちゃいまして。で、3つ目買ったのがこれでございますっていうので、ファーウェイ。これ評判いいんですごく。一番安いんですよ、その3機種の中では。一番安いんですよ、評判良くて、使ってみたらめっちゃいいやっぱり。装着感めちゃくちゃいいのと、ちょっとね、先端が丸い形状になってて、これ結構耳の中に入り込んでくる形状にはなってるんですけど、低音系も悪くない感じで聞こえてくれて、で、通話の時もね、マイク、前のあれどっちだったっけ、BOSEかソニーかどっちか使ってる時、電話してると音声聞き取りづらいですねって言われることあったんですけど、これ使ってるとあんまり言われない。というので、2つなくなった怪我の巧妙じゃないですけど、いいイヤホンに巡り合えたなっていう感じかなと思って、一番問題、これカバンの中にポロンと放り込んだじゃって鍵とかいっぱいするんですけど、ケースめっちゃ傷つきやすい。もう買ったその日に傷だらけになってたっていう感じではございますが、非常に気に入ってるイヤホンでございます。はい。海外に今拠点があるんですけど、海外の拠点この間引っ越しまして、引っ越したの去年なんですけど、引っ越しまして、そしたらね、ちょっとお隣さん非常にうるさい。お隣ご近所さんかなりうるさくて、で結構音バンバン入ってくるんですよ。
で僕その拠点、そこ泊まるのもそこなんですけど、で仕事もそこでするんで考えようと結構やってる時間長くて、その時にちょっといろいろ気になるなと思って、あ、そうじゃんと思って、オーディオ入れりゃいいじゃんと思って音には音で返せと。そう音聞いてると外の音があんま聞こえなくなってくるじゃん。例えばテレビ見たりしてるとあんま気づかなかったりはできるんで、だったら音入れりゃいいんじゃんっていうところでオーディオを入れようと思ってる。最初は何かこうスピーカー Bluetooth スピーカーとかしようと思ったんですけど、面白くないそれじゃっていうところでオーディオ類をちょっと買いましたっていうところでいくと、最初買ったのがサンオーディオ SV2A3 っていう真空アンプ。これ定価で38万5千円ぐらい。これまで僕何度かオーディオブームがあって、一番最初は日本製のオーディオコンポを小学校の時ですね、まだ5年生から6年生の時に、それ家族でっていうことで親が買ってくれて、ちょっとでかいやつで、当時レンタルレコード全盛期ですよ。そっからもレコード借りまくって全部カセットテープに吹き込んでみたいなことをやってましたっていうのが第一次僕にとってのオーディオブーム。第二次は20代半ばぐらいに先輩が今でいうカフェみたいな店を開いて、そこで、JBL のスピーカーとマッキントッシュのアンプを置いてっていうので、マッキントッシュのトランジスタの2255っていうのを置いて、かっけーと思って、2255よりちょっと安い2205って200ワットのやつがあったんで、それ中古で買って、それと JBL のスピーカーを組み合わせて、当時は CD、今デノンっていう電音の CD デッキを買ってきてっていうのをやってたのが第2次ブームで、第3次ブームというかっていうので、今後ろにもありますけど、リンだったりとかアンノイのスピーカーとかハイブリッドの真空管とアンプを買ってみたのがあったので、今第4次ブーム何行こうと思った時に、やっぱ日本オーディオのマニアックな世界めっちゃおもろいなと思って、自分で作っちゃう人たち、オーディオ自作の人たちなので、その自作の流れを組むところでサンオーディオの SV2A3 っていう真空アンプを買いました。本当はこれキットでハンダ付け自分でやって作るタイプの真空管。日本からレコード持ってきたかったんで、レコードプレイヤー、ターンテーブルなんか買わないといけないなと思って探してた時に、オーディオテクニカの AT-LPA2 っていうアクリルで作ったレコードプレイヤーがセールかかってたんですよ、海外で。でこれだと 100V から 220V とかも全部使えちゃうんで、もし向こう引き払って日本持って帰ってきてまたどっかで使えるじゃんっていうのでですね、買っとこうと思って、日本だと33万ぐらいするのが20数万で買えたんで、それ買っときましたっていう感じでやりました。そこから1週間ちょっとスピーカーがなくてもうムズムズしてっていうので、スピーカーは某国に行ってオーダーしてきましたっていうので、そのオーダーしたスピーカーを今待ってる状態ですね。そうなんですけど、その間聞けないのムズムズしてたんで、近くの中古オーディオを焼いて KEF ってイギリスのメーカーのスピーカー安いのがあったんで、それを買ってきて今それで聞いております。そのスピーカーもいい音なんで、これでも悪くないじゃんっていう感じなんですけど、インテリア的にいまいちだったんで、早くその次のスピーカーが届くのを今楽しみに待っておりますっていう感じで、オーディオ久しぶりに買ったやつ結構ベストバイかなと思っておりますと。何個沼に入る沼だらけですよ。沼だらけで本当に。続きまして、ガジェットからコンピューター行きましょうか。コンピューターで行くと MacBook Air の M532GB のメモリ積んで 2TB の SSD を入れたものですねを買っておきました。いくらだったか忘れたんですが30万ちょいぐらい。僕は動画編集はやらないんで、じゃあプロとか必要ないよねっていうところで行くと、軽くて持ち運びできてどこでも仕事できるっていうスタンスが一番だと思ってるんで、エアーにしてます。ここ2世代エアーにしてますから、2台。前のが M3 かな M3 だったんですけど、ちょっとメモリが足りなくて 16GB で。さすがに 32GB ないと厳しいなという感じになってきたんで、それ用に買い替えたものですね。っていうのが、一つはいろんなアプリでいいのかな、コンピューターもアプリですよねを開きながらクロードを後ろで開かして、それもクロードにいくつも同時に作業させるみたいなことをやりたかったんで、クロード本格運用するタイミングで買い替えとこうと思って買い替えたものでございます。であとは写真現像をやったりとかその他のね事務作業するだけなんで十分かなというふうに思っております。でこれだとこれ軽いし、でこれの専用バッグも最近ね決めたものがあるんで、それで持ち運んで、これを買い替えた大きな目的が何かというと、これもベストバイに入ってくるかなっていうところでいくと、クロードマックスプランでございます。
月$200お支払いしております。3万円ちょっとお支払いしておりますっていうのに入りましたっていう感じです。もともとクロードのプロを契約したのは1年ちょっと前、これ知り合いの方からクロードを使った方がいいよっていうふうに、かなり先見性高いなと思うんですけど、その人、非エンジニアなんですけども、当時から、コーディングをクロードと一緒にやってて、もう絶対やった方がいい。ここ乗るかソルかだよと、経営者として。って言われて、それやらないといけないと思ってクロードを使ってたんですけど、結局チャットしかあまりできてなくて。で、コワークが出てきてくれたところで、ちょっといろいろやってみるか、僕らでもできるかなっていうところで、だんだんコワークを使うようになりました。僕らのやり方って、どうしてもトークン消費しまくるやり方になるんで、何でもご相談になっちゃうし、バンバン重い指示でも投げちゃうんで、というところでいくと、やっぱりちょっとプランを大きくしておかないとうまく使えないよね、みたいなところでやっておりますという感じで、今我が社には、ジャスティン君、ジェイク君っていう天才ボーイが2人がおりますんで、今彼らとちょっと企て中でございますっていうところで、面白いことやろうよって言って彼らと今いろんな計画を立てておりまして、でもそうなると、これちょっとコンピューター新しく買わないといけないんじゃないっていう話になって。今年のベストバイで発表した下期のベストバイに入ってくるかもしれない予告で言っておくと、最近またドリキンさんの YouTube ちょこちょこ見てまして、そこで出てくる DGX Spark っていうコンピューターがありまして、NVIDIA が企画を作ったやつ。やっぱそれぐらいやっとかないとダメかもねっていう話になってるんで、買っとくみたいな話に今なっております。というところでファッションそろそろ行きましょうか。そうか、まだファッションあったのか。はい。まず一つ目。この辺はざっくりいきます。ザ・ロー・ルーク・コットン T シャツ66,000円以上です。はい。早すぎ続きまして、サルバトーレ・ピッコロクリスタセアハンドメイドクラシックカラーシャツ102,300円。クリスタセアってブランドやっぱデビューした頃すごい注目してて、彼らのルック作りとか上手だしいいなと思ってたんですけど、シャツ前はクリスタセア名義だけのシャツとか持ってるんですけど、そのサルバトーレ・ピッコロ一応見とかないとなと思って買ったものなんですけど、意外と気に入っちゃったこれ。結構着てたこの春。作りはね、言ってもそこそこレベル、本当に。なんですけど、襟周りの抜け感とかがいいなっていう感じがしたのと、サルバトーレ・ピッコロもともとメンズのシャツを作るメーカーじゃないですか。メンズのシャツをレディースアレンジしたものをもう一回メンズが着るみたいな雰囲気が出てくれるシャツのこの一周具合が気に入って、はい、結構着たものですね。で、このストライプの柄とかも気に入ってますし、というものです。で、同じくストライプシャツというと、シャルベ、ブルーストライプレギュラーカラーシャツ。9万円台ぐらいだったら、あまりちょっと円換算分かってないんですけど、パリに行った時に一緒に買ってきましたので、パリのお店行って、ちゃんと袖と着丈直してもらう。オーダーではないんですけど、袖と着丈を直してもらって、自分のジャストサイズに着れるようにしたものですね。スーツの下なんかに着るのもいいですし、春だったらこれ1枚パンツにインして着てあげると非常に可愛いものっていうところで買ってきて、もう1個ベストバイの一つにあげれるかなと思ってる全く無意味なベストバイがこちらでございますっていうところで。ちょっと言葉がおかしいな。全く無意味なベストバイ。無意味だけど自分にとってはベストバイみたいなところでいくと、これも前にご紹介したと思うんですが、やらせてね。これ本当にね、多分ね、何金かなんですよ。多分、わかんない。本当かどうか。で、これが2つ入って45,000円というものですね。ここに隠れてくれるんで、人からは全く見えない。超自己満足な世界というものです。これが紳士のたしなみでしょうというところで、はい、自己満足ベストバイでございました。続きまして、またシャツ3着目。この春気に入っているシャツ3着目で、一番着たシャツでいくと、マーカーウェアステンレスチャンブレーダブルポケットシャツです。これ何か、ライキュの商品なんですけど、これデザインの特権で1枚だけ先作ってって言って、1枚先作って、今着てるやつ？そう。サンプルの後に1枚だけ先作って僕がテストのために着るからって言って買い取って着てるものでございます。なんでテスト必要かっていうと、これすっごい20年ぶりぐらいにやったんですけど、横糸にステンレス混ぜてるんですよ。ステンレスの細い繊維ステンレス。それを綿の糸に巻いていってるんですね。っていう、それを巻いた糸を横糸何本かに1本入れていくことによって、このシワ、これ全部ステンレスの金属が形状を記憶している形になってるんですね。なのでこう握ってあげるとそのままシワがついてくれる。これ実は20年前に同じ旗場さんで作ったやつ。
でもう一回作ろうよっていう連絡を入れたら、今ステンレスの繊維がないんですっていう話、手に入んないんですっていう話になったんで、ステンレス繊維探しからスタートしていって、そしたらたまたま付き合いしているところが別注で作れるっていう話になったんで、ステンレス繊維から手に入れて復刻させた生地でございますっていうものですね。ちょうど20年ぶりぐらい。昔はね、ステンレス入りの服って結構あったんですよ。ただやっぱ折れてちょっとチクッとするとかっていうのもあったりしたんで、その後だんだん見なくなってる間にステンレス繊維がなくなってみたいな感じになってたんですけれども、そこまで復刻させて作った生地で大変気に入ってます。なんかこういう超アメカジアイテムじゃないですか。これだって普通のシャンブレーシャツの形するとかのね、シャンブレーシャツの形なんですけど、それこそ US ネイビーの昔のものとか、それにこうやってシワを入れてあげるだけで遊びが出てくれるんで、いわゆる普通のアメカジじゃない遊びを入れた感じっていうのが現代的な感じのとして面白いかなと。おまけにちょうど今って2000年代前半ぐらいのあの頃のファッションみたいなところのリバイバルがすごく流れている中でいくと、自分たちが当時作ってたものをもう一回復刻してくるっていうところは面白いかなと思ってですね。うちが一番売れたのはね、ワイヤー入りのシャツとワイヤー入り G じゃん。あれと MA1 でうちのブランド最初知ってもらって、みんなもうバカ売れですよ、ワイヤー入り。こうやってその辺をね、ちょっとまた少しやっていくとかっていうのも楽しいかなと思ってですね。というのを先に作って買っといたもの、まだちょっと先なんですけど、8月9月ぐらいになると思うんですけど、ぜひ皆さんお楽しみにお待ちくださいっていうものですね。超気に入ってめっちゃ着てました、これ。でこれギューッと縛ってあげるともっとシワシワになってもっと細くなって、で着てるとだんだんシワが取れて伸びてくるんですけど、なんかこれだったら旅行とかもめっちゃ便利で、これ元からシワシワだから別にいいじゃないですか。シワついたって畳シワついたっていうので、めっちゃ便利なシャツとして気に入ってますっていうことですね。できれば、こう着てて全然チクチク感今ないんですけど、できれば本当はロンティーとかして合わせてあげるといいかなっていう感じがします。結構僕肌おっさんなんですけど繊細な感じなんでね、その刺すとかかゆいとかダメなんですけど、全然問題なくいけますね。はい、引き続きファッションいきましょう。ファッション、ここからまたスーツセットアップ系3着ぐらいいくと、メイドイン USA のブルックスブラザーズ段返り三つボタンサックスーツでございます。トラディショナルメイドイン USA26万4000円の上下ですね。いわゆるサックスーツ三つボタン段返りの、超ベーシックといいますかねのアイテムです。もうジャケットの王道中の王道で、少しこう抜け感があるというか柔らかい感じになってくれるものなんで、カジュアルでも非常に着やすい、カジュアルで着やすいスーツの代表選手だと思ってもらっていいと思いますっていうところでいって、僕らね、舶来至上主義で青春時代を送ってきた人間からすると、いくら今日本製の方が全然品質上ですよとはいえ、メイドイン USA っていうところに惹かれてしまいますっていうものでございます。だいぶ少なくなってるんで、メイドイン USA、特にスーツで作る工場ってもう1社しか、その工場って1社しかないっていうことなんで、縫製工場もね、いい工場で作ってるっていうところで、買っとくべき1着かなっていうところですかね。で、続きまして、スーツというかセットアップですね。一応ね、ジョナサン・アンダーソン、ディオール行った最初のコレクションなんで買っとこうっていうところで買ったディオールのシングルブレストジャケットバージンウール。これで45万円と下で17万円だったのかな、パンツ。もうビッタビタに細い。これ何かっていうと、アンダーソン、当代きってのデザイナーになったアンダーソンがかつてのトップデザイナーだったエディ・スリマンに対するオマージュ的な部分を兼ねて、2人の名前のビッグネームだと。そこにディオールも絡んできてるみたいなところでですね、ファッション好きとして1着買っといてもいいかなっていうふうに思って買ったものでございます。で、3着目で購入したら、こちらもセットアップですっていうところでいくと、僕の非常に強い思い入れがある素材で作っております。マーカーウェアスーパー200ウールサテンギオームジャケット、それとダブルプリティとのパンツでございますっていうので、これ何かっていうと、スーパー200 13.5 マイクロン、上質なベビーカシミヤぐらいの細さのウールを使ったものです。それも僕の大好きなウルグアイウールで、その原料を日本に持ち込んで、日本でなんかめっちゃ時間かかったんですよ。これやっぱ今細い紐を引くの大変なんで、100番の糸に引いたものでサテンを作ったものですね。かっけえ。もうね、手触りがわけわかんない。これウールなのか、なんかビキモをかけてるような感じ。サテンなんでそれつるっとしてなんですけど、もうポリエステルみたいな、繊維が細すぎてマイクロファイバーみたいな、ポリエステルのぐらいの感じだと思ってくださいっていうもので、もちろん引っ掛けとか怖いんですけど、この光沢感とこの柔らかさやばくないですか？なんだそれは。
というやつで、それをこの柔らかい感じなんですけど、全部見せるようにしてるんですけど、フル生地にしてしっかりと作り上げたものですね。で、本当にいい工場で塗ってますんで、綺麗なジャケットに仕上がってます。ちょっとゆったりねのサイズ感にしてっていうものですね。これやばい。すぐ売り切れちゃったんで本当に申し訳ないんですけどっていうもので、マジでいいです。またこの辺の素材、高級素材シリーズもね、原料をどんどん見つけ次第、この辺の原料ってね、1回にやっぱり入手できる量が非常に少ないんで、何年か貯めないといけないみたいなことが出てくるんで、まだオーストラリアウールだったらもうちょっと手に入ると思うんですけど、僕は南米ウールが好きなんで、南米のね、好きな人たちが作ってるウールを使いたいんで、それを使っておりますっていう感じですかね。というところで、この辺ちょっとね、残念ながら早く完売しちゃったんでっていうところで、間もなく発売されるうちの商品をちょっとここでご紹介して、またその後お楽しみの靴コーナーとか行きたいと思っております。わかりました。はい。秋立ち上がり第一弾のウールみたいなところで入ってくるのが、先ほどのスーパー200と同じウルグアイのウールなんですけど、こちらがポルワースですね。トッポさんのところが作ってるウールでございます。ポルワース。メリノとリンカーン、メリノが4分の3、リンカーンが4分の1で交配することによって、糸に光沢感が出て、張り腰が出てくれる、モヘアが入っているような風合いになっているものでございますっていう、ウールを使って、それを、国内で46番送信したもので織り上げているトロピカルです。いわゆる春夏に使う素材なんですけど、日本の秋冬の立ち上げぐらいにちょうどいい感じ。このジャリッとした感じ、この美しい光沢感というところが素晴らしいもので作ったダークオリーブっていう色をしてるんですけど、ちょっとグレイシーなオリーブですね。ポルワーストロピカルヒュージコート、これで13万2000円。ヒュージコートでガバッとめちゃめちゃでかいです。バストが140何センチかな、もうちょっとあったかなっていうので、うちで非常に人気のあるパターンをベースにしたコートになっております。いわゆるステンカラー的なね、コートで着れるようになっております。ガバッと羽織ってもらってかっこいいコート。これで13万2000円で出しております。だったりとか、あとは、ジャケットもやってます。ジャケット。これスクエアジャケットって呼んで、ちょっとシャープな感じで、裾はダブルのようにスクエアのカットになっているものですね。このジャケットで、8万8000円。今は8万8000円のジャケットで安って思っちゃいますね。ぐらいがついた。紹介してるものの高さもあるけど。カーキ。はい。と、パンツも2種類やってますっていうところでいくと、ポルワースのマットントラウザー、これかっこいいんですよ、これ。カツンと深いタックで膝まで、もうタック深い。わかりますこの辺までいってんの、タック分量が。で、カーンと膝のところまでいって、そこからシャキーンと入っていく。カーン、シャキーンなパンツ。デザイナーの説明とは思えない。長嶋茂雄のバッティング。基本的にファッションデザイナーはオノマトペと何々感で生きてるっていうのは前にお話したと思うんですけど。続きまして、はい。これは同じポルワースのトロピカルダブルプリティと、うちの定番中の定番のパンツですね。日本のタックが入って、これもね、ちょっとタック、脇に寄せてるこの感じがね、またかっこいいんですよ。めっちゃいい。パンツでございますっていうのが4万4000円。で、もう一つ素材が実はあって、それが、よいしょ。こっちはね、同じ南米でもね、ラプラタ川を渡りましょう。ウルグアイからラプラタを渡ると、世界一の河口幅、フェリーで渡りましたよね。あれを渡ると、アルゼンチンに入ります。そこから飛行機でさらに数時間行くと、もう一面草原しかない世界が広がりますっていうのがパタゴニアでございます。パタゴニア地方で採れてるオーガニックウールで作った、発想ギャバですね。ギャバジンです。いわゆる発想、比較的スーツなんかでも薄手の生地を作るための細めのバントの糸ですね。で、それを、ギャバジンですんで、縦糸本数多めにした、より多くした、綾組織でございます。っていうので、綾が立ってくる感じになったものですね。なんで、内側回って非常に綺麗な素材でございます。でも、ギャバジンだから、カジュアルにも着れるよねっていうところで作っております。これ、サックコートっていう形ですね。最初に出てきたブルックスの、セットアップ、あれもサックコートってスーツもサックコートで呼んでおりましたけど、もともとブルックスなんかがやってたアメリカンな感じでございますっていうので、これも三つボタン段階になったものですね。非常にカジュアルに楽に着ていただけるジャケットです。で、それとこの素材では、あと、イタリアンオープンカラー、これも定番ですね。綺麗な襟をつけたイタリアンオープンカラーのシャツもやっておりますし、先ほどとポロワースの方でも紹介したダブルプリーティッドのトラウザー。これもう定番中の定番です。このブラもかっこいいでしょ？でちょっとクラシックな感じにするためにね。いいでしょ？みたいな感じと、
フラットフロントのワイドのカーゴ、この素材で、若干カジュアル見えみたいなところにも持っていけるんで、こういうカーゴパンツもやっておりますっていうので、楽しい感じの洋服たちが出来上がっておりますので、皆様ぜひなくならないうちに見に行っていただけると嬉しいなと思います。これが7月2日の21時から予約開始いたしますので、明日。この動画を皆さん見ていただいている頃には明日なんで、明日の21時にはもうスマホの前でもしくはコンピューターの前でしっかり構えてていただけると嬉しいなというふうに思っております。バッグ乾くものでもいきましょうか。バッグ。今回小ぶりな感じです、バッグ。取っ手がベレたディアゴフォンポーチ25万3000円。実質携帯入れたと思ってくださいっていうものです。25万の携帯。はい。もうほぼ携帯が入るといっぱいいっぱい。あとカードがちょろっと入るかなっていうぐらいの感じの。これだと財布もなかなか入らないよねっていうところで購入したのが乾くものでいくと2つございますっていうので、1つが福沢諭吉の万札っていうのもこだわりなんですけれども、ノーイントレチャートのマネークリップ34,100円。もう一つはなるべく小さな財布っていうところで購入しましたザ・ロージップウォレットかな。ジップウォレット。カード入れですね。81,400円みたいなものだったら入るかなと思ったんですけど、こんな分厚い携帯になってくるとちょっと難しい。これギリギリなんとかいけるかなぐらいの感じでございますっていうところで、乾くものはこの辺を買っておりましたっていう感じなんですけれども、ニコ餅とかいろいろ、そう、これちょうどあるやん、これ。ね。これ今、僕にとってのオズモポケット4キャリーケース。これニコ餅でいこうっていう感じ。そんな使い方してる人いるっていう感じで今言っておりますっていう感じでございます。で、もうちょっとでかいカバンを持った時に、お財布みたいなところでいくと、今回買ってみてめちゃくちゃいいなっていうのはやっぱこれですね。フォルメポストワレット、なんとかブラック&ブラック33,000円っていうもので、これよくできた財布です。本当に。めちゃくちゃいい。綺麗に本当作られてる。この駒編みの美しさとか見てもらいたいですし、いろんな素材で作ってるみたいなんで、これにはちょっと入らないですけど、もう少し大きめのカバン持ち運ぶときには、コンパクトワレットの部類に入ると思いますので、非常にいい財布です。これ、本当おすすめですね。日本製でいいと思いますっていうものでございましたっていうのが、乾くものはこれぐらいの感じですかね。はい。最後のカテゴリーいきましょうか。革靴でございます。上半期ででも買った革靴、僕多分忘れてるのあるんですけど、パッと数えた感じで15足ぐらいだったんであれ、上半期の数え方違うのかな、人と。なんで15足ぐらいでしたっていうところの中からえりすぐり5足にしようと思ったんですけど6足になっちゃいましたっていうところで、行きたいと思います。まず最初いきましょう。オールデンね、今回3足ぐらい買ってた。でその中でオールデンをちょっと1足だけに絞ろうと思った時に他2足コード版だったんですけど、このスウェードが生き残ってくれたっていう感じで、オールデン N5706 ゴアチャッカブーツ17万7100円でございました。スナフって言われる色のスウェードのチャッカですね。チャッカって言ってもこの稲たい感じが最高にかっこいいなと思ってます。で、大体これラバー系のソールを合わせるのが多いところをバコタさんが別注をかけたのかな。で、レザーソールを合わせてくれたっていうところがめちゃめちゃかっこいい。ね、なんかこういわゆるエンジニア系からウエスタン系のなんかブーツに近いような感じが出てくれてるのが、でもショート丈っていうところのかっこよさ、とてもいいなという靴でございまして、これ本当にちょこちょこ履いております。デニムなんかに合わせるのに最高の靴として足元雰囲気出てくれますっていうものです。続きましてジャコメッティFG173 アニローネロクリッパーオックス 107,800 円でございます。ジャコメッティは2足買ってた。でこれともう1足うなぎ側のスクエアトゥのスリッポン、だいぶこうキュアモン感バリバリのやつとベーシック感バリバリっていうところでクリッパーオックスを買っておりますっていう感じで、なんかクリッパーオックス何足かあるけどちょっと違うの履きたいなと思ってですね買っておきましたっていうものなんですけども、めっちゃいい。めっちゃいい。マッシモラストっていうラストらしいんですけど、このラストもちょっとインサイドストレートになったようなこのラストがめちゃくちゃ良くて、言ったら超アメリカンバリバリじゃないですか、横から見たら、クリッパーオックスっていうアメトラっていう感じがするんですけど、履くと全然違う。めちゃくちゃおしゃれに、人からも褒められた。なんすかそのおしゃれな靴って言われて、それぐらいなんかちょっとした違う雰囲気が。
でなんか足元決まってくれるんですよ。だからこれカジュアルな格好に合わせてあげるのにもこれ合わせてるだけでなんかいわゆる普通の例えばアメカジ系でもこれ合わせてるだけでちょっとアメカジ違うねみたいな感じになってくれると。だから、こういうシャツちょっと遊びのあるシャツもベースはめちゃめちゃトラッドなんだけど遊びを入れたものの足元にこういうのを合わせてもらうのがすごいいいなと思っててですね、これ別色あれば別色も欲しいしスウェード版あればスウェード版とかも欲しいっていう感じでで、今年買った革靴で忘れちゃいけないのはこれかなと思っておりますっていうところで、ラストが重いですよね。ラストじゃない、中期は重いですね。ジョン・ロブ・ロペス75、44万1100円でございましたというところで、40万円を超えてるっていうのはユーロ換算全く分かってなくて、昔の感覚で買ってたら後から計算すると40万円でしたっていうところなんですけれども、全く後悔をしておりませんっていう靴でございます。何がいいか、75周年記念でこれ全部のパーツを1枚で構成してますっていうところで、ちょっとスパイラル状みたいな、これ開いていくと1枚でつながってるっていうのでロペスを作りました。なんかここまで入ったこのステッチがちょっとデッキ系の靴のようにも見えて、そういうところのカジュアルさがあるんで、僕どっちかっていうとロペスって靴は苦手だったんですけど、これカジュアルな見え方してくれるんで履けるだろうと思って買いましたっていうところで、履いてみたらやっぱいいですね。ジョン・ロブね。さすがジョン・ロブ。ラストもとてもいいですし、革の質感最高ですしっていうところでめちゃくちゃいい。40万円超えには後悔なしなんですけれども、フランスで買ってそのまま免税をしてこなかった、税金の還付を受けなかったのは大後悔っていう靴でございました。はい、はい、続きまして忘れちゃいけないこの靴が今年届きましたよねっていうところでいくと、ロリス・ローゼン・ミューラー・ギリス・ゲレンで16万8100円、先に100円を払って予約をしておくと半年から今8ヶ月9ヶ月かかるっていう話なんですけども、先に届きますよっていう靴で、これは本当に非常に多くの視聴者の方から私も買いました、もしくは紹介してくれてありがとうございますとか、とんでもないもの紹介してくれましたねみたいなもの、感謝の本当にコメントたくさんいただいているものですね。たまたま僕ね、この靴本当にGoogle の広告で流れてきて、Google ニュースの中の広告で流れてきて、最初は怪しいなと思ったんですけど、買ってみたらめちゃくちゃ良かったっていう靴でございますっていうので、それ2足目。1足目はカーフだったんですけれども、こっちは水牛革です。で、水牛革の結構脂肪感がきつい革なんですけど、いわゆる脂肪感のカジュアル感っていうのがそこまで感じずに結構綺麗に合わせることができるような靴になっております。これがベルシュタインフィニッシュっていう琥珀とか、あれ何でしたっけ、なんとかって虫、ライラックじゃなんとか虫のバイオリンに塗ったりとかね、僕も自転車のハンドルに塗ったりとかテニスのハンドルに塗ったりするんです。あの辺のニス系でコーティングすることによって光沢感も出てくれて撥水性も高まるっていう非常に素晴らしいコーティングがされている。で、大量の杭でソールをつけているっていう独特な付け方なんですけども、本当にいい靴ですね。それが今16万8100円で買えるっていうのは奇跡だと思っていいと思いますし、オーダーを受け付けている間に皆さん買っておく方がいいと思いますよっていう靴でございます。ここで一気に最後の2足はまとめてご紹介っていうところでデザイナー系いきましょうか。はい。1足目。ザ・ロー・ノビリス・レザーシューブーツ31万3500円でございます。だったらジョン・ロブ買えよと思われるご意見も至極真っ当でございますという感じなんですけれども、これに関して言うと、革の質とかは本当に他のレザーシューズブランドに比べると落ちる感じなんですけれども、でもやっぱこのデザイン最高です。本当にブーツのような感じなんですけれども、それをローカットにして、履き口めっちゃ狭いんでちょっと履きづらさはあるんですけれども、かわいいこれ。合わせる服結構広い。ワイドめのパンツも合わせられるし、デニム系もいけるしみたいな感じで、これもう一色あったらもう一色これも欲しいなと思うぐらい気に入ってる靴でございます。この辺のニュアンスのうまさはザ・ローサスが値段だけをもうちょっと考えてくれればすごいいいなっていうものと、もう一足に関してはディオール、これアーチーですかね、ボートシューズ16万5100円っていうもので、これジョナサン・アンダーソンのファーストコレクションというところで買いましたと。で、アンダーソンがロエベから移って、ロエベでもやってたこのワイズの広いタイプの、をボートシューズで出しましたっていうものですね。で、これもさっきのロペスみたいな感じで、モカルニのところ、なんかこれをね、クチュールステッチって呼んでるらしいんですけど、途中からこうモカルニしてますみたいな感じですね。これもうハンドなのかな。でね、なんでこの2足一緒に紹介したかっていうところでいくと、これね、
多分デザイナー一緒。ニーナ・クリステンっていうデザイナーさんでして、その人がロエベの時からジョナサン・アンダーソンの靴をデザインしてたんですよ。でそのまま一緒にディオールについてってディオールで靴デザインしてるっていうのは多分これもそうなんじゃないかなと。でザ・ローのデザインシューズデザインもしてるんですよ。ということは僕ニーナ・クリステンの靴が好きなんだなと。今確かレディースのブランドをスタートしてるはずなんでバンバンメンズやっていただいていい工場でいい革使って作ってもらえればバンバン買いますよっていう格好ができてる感じで全部かな。ベストバイご紹介してまいりました。おー、とんでもないボリュームだな。上半期これもう年間が思いやられるよ。年間これプラス下半期分がありますからね。そう。石川さんまとめはないんですけど、はい、最初に冒頭に言ったように、この中今日出た中のベスト3決めてやりましょう。ベスト3、もう僕心決まってますもんね。あ、もう決まってんの？もう決まってる。ああ、じゃあ早い。早いですよ。そんなスカッと言いましょう。ベスト3、はい。石川俊介の俊介石川ず〇〇〇。このタイトル、チャンネルのタイトル何でしたか？石川俊介の〇〇〇。石川俊介の〇〇〇。喋りすぎてもう分かんない。石川俊介の〇〇〇。2026年上半期ベストバイ第3位は今ドラムロールになってます？ちょっとわざとらしいけどどれにしようかな。クロードバックスプラン。おねこれねマジで仕事があった。で僕らはインターネット携帯電話の登場とインターネットの登場をリアルで過ごしてきた世代じゃないですか、だけど今回の方がインパクト全然でかい。インターネットよりもやっぱりでかいと思う、インパクト。これはもう乗らないというところでガンガン使ってます。リサーチとかも変わりました。仕事上のリサーチ、例えば僕ら繊維の素材系のことを調べないといけないときに論文調べてくれって言うと海外の論文とかも全部調べてくれたりとかっていうところがあるんで、やっぱそのリサーチ能力はこれはチャットでもできる範囲なんですけど、やっぱそこからこうワーク使っていくつかと、あとコードを使っていくっていうところで別世界開けちゃった。これはもうね本当は第1位でいいぐらい、この上半期でいくと。では続いて第2位をじゃーん、これこれこれね一番気に入ってきてた。シャツも他にしたらあの辺はちょこちょこ着てるんですけど、もちろんこれめっちゃいい。ずっと着てるもん本当。っていうので特にで僕シミ取りをしたんで長袖着とかないといけないみたいなこともあったりしてずっとこれ着てましたっていうので、めっちゃ本当に気に入ってる。20年ぶりに作ったシャツ。20年前はねもっと細身で作ってたのとすごい長い着丈のものとか作っててそれもかっこよかったんですけど、やっぱこれぐらいのサイズ感で作るとね楽しいですよ。襟もこう曲げて遊んだりとかいろいろできて着方がこうガバッと上げてもいいし締めてもいいしギューッと縛ってもっと細く着てもいいしで超楽しいんで皆さんもうちょっとお待ちくださいね。これ宣伝じゃなくて本気ですからね。本気で楽しいと思うシャツです、はい、では行きましょう。栄えある石川俊介の〇〇〇2026年上半期ベストバイ第1位はじゃんあれなんだっけ？ジャコメッティ FG173 アニローネロクリッパーオックス107,800円が実はね靴の中でこれ一番気に入ってるかも今。マジか。革靴の中で本当にクリッパーオックス履きたい気分になってたんですよ。ただしちょっとアメリカ臭くなりすぎるよなっていうところが懸念点だったんですよ。その懸念点めっちゃ解消してくれる。別に3色あったら絶対買う。3色さっきの本当だった。バーガンディも買うしブラウンも買うしスウェードなんかとかあったらめっちゃ買っちゃう。へえ、それが1位か。これ1位。今までなんかこのベストバイってろくなもん1位に選ばないっていうので定評あったんですけどこれだって今革靴で107,800円だいぶ安いですし、だってこれ1足でこれ3足買えるんですよ。それ考えたらあと3足買ってもいいでしょどっちも買ってる人だからね。カーフだしなんかこれのコードバンバンとかあってもかっこいいかもしれないしっていうところでこれ1位でした。ちなみに言っとくと
これはねもうねレジェンド枠と思ってくださいこれもめっちゃ入ってる。これもめちゃくちゃいい靴で本当にこれいいんですけど、これはもうこれまで散々ご紹介してきてる靴ですし、これはレジェンド枠だって考えていただいて、これ別枠だと考えてくださいっていうところで行った時にロペスを控えるぐらいの感じでございましたっていうのがこれですね。これめっちゃいい。面白いな。大好き。履き心地もいいし、やっぱりちゃんと考えられて体もキュッと細くなってるので日本人履きやすくなってますし、いい靴でございます。というわけで、はい、上半期、はい、ベストバイやってまいりましたけれども、はい、疲れましたね。疲れました下半期も頑張って買い物していくのかな。そうですね。それとも記憶しや、いやアンソロピック買いたかったのに買えなかったものもあるんですか。買い忘れたロレックスとかはあるのです買い忘れたロレックスはあるのと、買いたかった大根じゃないんだから大根じゃないですか。買いたかったのに買えなかった。レコードでなるべく新品で買いたいなと思ってたら、ちょっと前にこのアーティストの人のアナログ版出てたんだっていうのが何枚かあった。でまだ在庫ありそうな感じでディスクユニオンとかにオーダーかけると完売メーカーが完売してましたみたいなのが来たりとかっていうので3枚ぐらい買えなかったかも。なるべくならね新品で欲しかったんですがね。このラインナップに急にレコードとか入ってきたの面白そうですけどね。キュアモン系とかも入れていきたいですね、その時でね。皆様楽しいお買い物を。なんか今もうちょっと話いいなんか今サブスクだシェアだって言うじゃないですか。やっぱ楽しくないですよね。やっぱそれは僕らの年代だからなんでしょうね。やっぱ物を所有してそいつと一緒に暮らしていくのが楽しいなって思っちゃう。なんかやっぱ借りてきたものでいつまでたっても人のものっていう感じがね拭えないし、そこまで大事にしないでしょうし、やっぱ愛情も注ぎ込めない、っていう感じがした。レンタル猫ちゃんとかレンタルワンちゃんとかそこまで愛情ね、捧げられなさそうですもんね。だから僕本当に、動物も大好きですけど、動物と同じぐらい物にも愛情を込めていってるつもりではいるんで、その割にどこに行ったか分かんないがあまりにも多すぎますよね。皆様チャンネル登録、高評価、コメント、そしてベルマーク&ハイプよろしくお願いいたします。まずはチャンネル登録しないと始まりません。お願いいたします。10万人お願いします。